やりたいことがあったら先延ばしにしないで、会いたい方があったら会っておく。目の前のこの時間を誰とどのように過ごすか考えていただけたらって伝えながら、いつもはっと思うのは、私も予後決まっているということであります。皆さん、こんにちは。ドクターユースケこと緩和ケア医の高宮ユースケです。人生のトリセツ、あなたの幸せケアをお送りします。第15回のテーマは、死から生と命を考えるです。死は避けたいテーマですが、死を考えることで生きている意味や役割を実感できます。今回は死を前にした患者さんの言霊から命の大切さを考えます。改めて、人間の死亡率何%でしょうか？そうです、100% です。昨年、157万人の方が亡くなっています。新型コロナは結構新聞で何人亡くなりました出てましたけども、3年半で7万人ぐらいですね。でも、がんの患者さんは昨年1年間で38万人、1日1000人であります。昨日1000人、今日1000人ということであります。心臓の病気の方、23万人、1日638人、老衰の方、1日493人であります。つまり、皆さんの周りもね、亡くなる方あるかもしれませんが、生と死というのは常に、私たちの周囲にあるということであります。昭和大学の医学部で20年以上命の講座っていうのをやってきました。これは死を通して生と命を考える。自分の生まれてきた意味や役割を考えていこうという講義でありまして、その内容をご紹介していきます。2017年、還暦祝い、60歳の祝いを後輩たちがしてくれました。この冒頭、私挨拶をしたんですが、これは、生前葬であるというふうにスタートしたんですね。20代、30代で亡くなった患者さんたちもたくさんいましたけれども、特に衝撃的だったのは、35歳の時に出会った、末期がんの男性患者さん、同じ生年月日だったんですね。で、息子と娘も同い年、ちょっと一言には思えなくて、彼には生きててほしいな、死んでほしくないなと思っておりましたが、彼が亡くなっていった時に、私も来年どうなるかわからないと思いながら生きてきたつもりであります。60歳まで生きてきて、ここに集まった後輩たちは私の葬式には来てくれるだろう。でもそこでは思い出を語ったり、感謝を述べたりできないかもしれないということで、生前葬ということでスタートしたわけでありますが、普通は還暦祝いですと赤いちゃんちゃんこを着て出てくるんですが、この時は、赤いドレスの山本リンダを踊っていましたみたいな感じだったんですが、ここから患者さんの日記や手紙、闘病記をご紹介しながら生と死について考えていきます。2008年、夏季北京オリンピック、出場するはずだったバレーボール選手でご存知でしょうか？横山由美香さんであります。18歳で日本代表になるんですが、その年に黄門筋肉腫という病気になり、苦しい抗がん剤治療を続けていきます。彼女は春高バレーのヒロインでありました。こんな言葉を残しています。明日はまた生きていこう。病気になって一番考えたことは、やはり命の尊さです。今の世の中、自ら命を捨てる事件がたくさん起きています。命を捨てるくらいなら、私にください。治療中の写真であります。歩くこと、話すこと、見ること、聞こえること、喜ぶこと、悲しむこと、そして生きること。当然のようにできている人間は何とも思わないけれど、これらは当たり前のことなんかじゃない。皆さんの大事なたった一つの尊い命を大切にしてください。今という瞬間を大事に生きてください。これが最後の言葉だったと言われています。21歳で永眠されています。21歳の女性というと、もう一人私は忘れることのできない患者さんがいます。その方は昭和大学病院に入院してこられたんですが、原発不明がん、もともとのがんはどこかわからなかったんですが、肺と全身の骨に転移をしていて、痛みと生き苦しさがあるということで、緩和ケアの医師として毎日ベッドサイドに来ました。彼女はがんで転移していることをしてたんですけれども、予後とか死については伝えてなかった。なぜなら、母親はずっとそばについていて、若い娘だから、これ以上悪い話は自分だけにしてほしいということで、予後や死についてあまり語らないまま亡くなっていかれた。あまり死について悩まずに亡くなったのかなと思ったんですが、実はしっかりと死を見つめて、
母親宛てに手紙を書いて残していました。その手紙をご紹介したいと思います。21年間大変お世話になりました。ことにこの1年は心配ばかりさせてしまって申し訳なく思っています。親よりも先に行くなんて最後まで親不孝な娘でした。でもあまり泣かないでください。やっと病気の苦しみから解放されて私は楽になれるのですから。悲しんでばかりいないでください。逆に私は安心して旅立つことができません。それから私がいなくなったからといっていつまでも家に塞ぎ込んでたらダメだよ。まだ44歳、これからなのですから。いつも勝ち気な人でいてください。自分の幸せは自分で掴むこと。無駄なお金も時間も使わないようにね。もううるさい娘は口出しできないんだから、自分の足で歩いていってください。最後に、お母さんの娘に生まれてよかったです。この手紙読んで、随分ベッドサイドに来ながら本音で話ができなかったっていうふうに後悔をしました。ただ、この手紙を読んでいろんな患者さんたちを思い返したときに、予後とか死とか伝えてなくても、実はみんな自分の死を分かっていたんじゃないかとも思いました。よく動物の猫や象が死期を悟り死に場所を選ぶと言われますが、人間も動物ですから、自分でトイレに歩けなくなる。またはベッドで寝返り打てなくなる。排泄をお願いする中で、実は自分の死を分かっているんじゃないか。そういう時に愛に励ましてしまうんじゃなくて、向き合うことの大切さを教えられた患者さんの手紙であります。患者さんと向き合う中で後悔とともにその意味、学びを考えます。医師としての人生の宿題として心に留めています。次にご紹介するのは西田君。彼は高校3年生で脳の悪性腫瘍になってしまう。彼は日記を残しています。病気に立ち向かう。俺は絶対に完治してみせる。勝負だ。そして勝つ。死を見つめる。今日も非常に強い無気力感にとらわれた。もう少し自分の死について考えてみる必要はありそうだ。明日死ぬだとしたら今日何をやるか。3日残っているとしたら何をする。1週間あるなら、半年あるなら、1年以上あるなら。治療で髪の毛も抜けてしまったんですが、彼のファイティングポーズであります。生きる意味とは、普通の生活をしていて死ぬならそれでも結構だ。大事なのは今何ができるかということではないか。今やりたいこと、なんだろう。俺が今できるもの。がんと戦いつつ明日を信じて勉強すること。俺にとって満足いく生活だったというようになること。一日一日を精一杯生きるという方に巡り会えたこと。といった受験勉強を続けるんですが、実際には大学受験できなかった。病状が悪くなって。でも彼の目標は大学受験もそうだったし、今日一日をどう生き抜いたか。それが彼の生きた証だったのではないかなと思います。私たち医師は患者さんから余命や予後を尋ねられます。どう伝えたらいいかいろいろ悩むわけでありますが、希望を支えながら伝えたいと思います。でも患者さんは末期としても年単位で考えていることが多い。でも3ヶ月と半年とは時間を置いてそこからカウントダウンしてしまってあまりうまくない。伝えたいのは時間ではなく人生設計を誤らないようにしてほしいということでありますが、よく言うのは年単位ではなくて月単位で考えた方がいいですよ。やりたいことがあったら先延ばしにしないで、会いたい方があったら会っておく。医者も全部わかるわけじゃないので、この一つと言いながら3ヶ月、半年、1年、2年生きるかもしれない。でも今の体の状況からしたら、目の前のこの時間を誰とどのように過ごすか考えていただけたらって伝えながら、いつもはっと思うのは、私も予後決まっているということであります。そして皆さんも限られた時間を生きているということであります。健康な時は漫然と生きてしまいますが、案外死を意識した患者さんたちから人生の生き方を教えられる、そういう仕事だなというふうに思っております。毎回幸せケアワードをお伝えしています。今回の幸せケアワードは、やりたいことは先延ばしにしないであります。私たちは限られた時間を生きています。そして死はいつ訪れるかはわかりません。やりたいことは先延ばしにしないで、会いたい人には会っておく。亡くなった患者さんたちから教えられた教訓です。小中高校生一般の方向けに命の授業を出前出張でお届けしています。
ビットリンクのご連絡の Google フォームからご依頼ください。本日は見てくださり本当にありがとうございます。もし動画を見て何かを感じたり考えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、いいねをいただけると私も励みになります。それでは失礼します。